翌朝。シンガポールの空は、雲一つない青空だった。教室には昨日よりも少しだけ笑顔が増えている。まだ名前を覚えきれていない子もいる。それでも昨日より、ほんの少しだけ緊張はほぐれていた。ホームルームが終わると、先生が笑顔で言った。今日は最初の体育です。みんなでサッカーをしましょう。教室中から歓声が上がる。校庭へ出ると、南国の暖かな風が吹き抜けた。先生は子供たちを2つのチームに分ける。偶然だった。オバマ君とダルビッシュ君は別々のチームになった。試合が始まる。パス。こっち。元気な声が校庭いっぱいに響く。オバマ君は足が速かった。ドリブルで相手を抜き、一直線にゴールへ向かう。一方、ダルビッシュ君も負けていない。誰よりも懸命に走り、仲間を励ましながら守備を続けていた。ナイス。まだ大丈夫。二人とも、勝つこと以上に仲間のために全力を尽くしていた。試合は終盤。1点差。その時だった。オバマ君がボールを蹴った瞬間、相手チームの小さな男の子と足が重なった。わ。男の子は転び、そのまま動かなくなった。校庭が静まり返る。ダルビッシュ君は真っ先に駆け寄った。大丈夫？男の子は足を押さえ、苦しそうな表情を浮かべている。ダルビッシュ君は立ち上がり、オバマ君を見た。今のはファウルだ。オバマ君も思わず声を上げる。違う。ボールを蹴っただけだ。でも、怪我をしたじゃないか。わざとじゃない。二人の声はだんだん大きくなっていく。周りの子供たちは不安そうに見つめていた。先生が間に入り、静かに言った。二人とも、落ち着きましょう。それでも二人は納得できない。オバマ君は拳を握りしめた。僕は悪いことなんてしてない。ダルビッシュ君も譲らない。悪気がなくても、傷ついた人がいるんだ。二人は互いに背を向けたまま、試合は終わった。放課後。オバマ君は一人で校門を出ようとしていた。その時だった。保健室の前を通ると、昼間転んだ男の子が椅子に座っていた。先生が足首を冷やしている。オバマ君は足を止めた。まだ痛いの？男の子は少し笑った。でも、大丈夫。その時、反対側の廊下からダルビッシュ君も歩いてきた。二人は目が合う。また気まずい空気が流れた。しかし、その男の子が先に口を開いた。二人とも、ごめんね。二人は驚いた。僕が転んだのは、自分でバランスを崩したからなんだ。え？オバマ君は悪くないよ。静かな沈黙が流れた。ダルビッシュ君はゆっくり頭を下げた。ごめん。オバマ君も少し照れながら頭をかいた。僕も、言い返しすぎた。二人はしばらく顔を見合わせる。そして同時に笑った。でも、ダルビッシュ君が言った。君が本気で試合をしていることは分かった。オバマ君も笑う。僕も。君が真っ先に助けに走ったのを見てた。優しいんだね。ダルビッシュ君は照れくさそうに笑った。助けるのは当たり前だから。オバマ君もうなずいた。僕も、そう思う。その様子を少し離れたところで見ていたシュウ君が、静かに微笑んだ。プリヤンカーちゃんも安心したように胸に手を当てる。ウリツカヤちゃんは小さく笑って言った。二人とも、同じことを思っていたのにね。四人は顔を見合わせ、自然に笑顔になった。先生が近づいてくる。五人を見渡し、静かに微笑んだ。今日は、みんな一つ大切なことを学びましたね。
先生はそれだけ言うと、それ以上何も話さなかった。5人は、それぞれ先生の言葉を胸の中で考えていた。帰り道。ダルビッシュ君が少し照れながら言った。明日のお昼、一緒に食べない？オバマ君は笑顔で答えた。もちろん。シュウ君も笑う。僕も。私も。私も。夕日が校庭をオレンジ色に染めていた。笑いながら歩いていく5人の影が、ゆっくりと長く伸びていく。誰も知らない。今日生まれた小さな友情が、いつの日か世界中の人々の心を動かすことになるとは。そして、その5人を待つ。もう一つの世界があることを。